こんにちは。あっという間に帰国日です。3日目は朝ホテル近くのスーパーにお土産を買い出しに行って、そのままパッキング、チェックアウトをしてウーバーで空港まで来ました。約30分で16,300ウォン。安すぎです。行きも電車じゃなくてタクシーで良かったかもしれないです。帰りはジンエア。一番心配だったのはスーツケースの重さ。自分のやつで測った時に 14.7 キロあってやばいかもって思ったんですけど 14.5 キロでした。よかったー。制限区域内に入ってから食事できるところがあるかわからなかったので2階の飲食店を見ていきます。こちらのタブレット、日本語表記対応でした。もちろん私たちがこの店にした理由は冷製ユッケのスープがあるから。最後までユッケかーいって感じなんですけど、ユッケが食べられる店はここだけでした。そしていざ到着、本当に冷製スープだ。そしてご飯といくつかのおかず。普通の冷たいスープかなって思ってたんですけど、まさかのシャリシャリの氷が大量に入ってます。そのためユッケもキャベツも全部キンキンに冷えてる。なんならちょっとシャリシャリしてる。そしてスープを飲んでみたところ、うまいんだけど辛い。ものすごい辛かったです。なのでヒーヒー言いながら食べ終えました。そしてあっという間に登場です。面白いなと思ったのが、前の方の座席も後ろの方の座席も一斉に並ばせてたことです。なので機内入ってからがそりゃ大混雑ですよね。後ろの人たちから呼ぶグループ制にしたらいいのになぁと思いながら待ってました。帰りの座席も友人が窓側を譲ってくれました。どこの席でも寝れてる友人がほんと羨ましかった。座席の幅はチェジュ航空と同じくらいかなっていう感じです。同じく引っ掛けるところはなしです。ジンエアはイカゲームコラボのスナックとかも売ってました。他にもチェジュ航空よりもラインナップが見てて楽しいなっていう感じがしました。さて、離陸時は撮影禁止なので、ある程度高度上がってからの映像になります。理由は行きの動画で説明した通り、キメ空港は軍事施設が併設しているためです。罰金になることもありますので、改めてお気をつけください。そしてうとうとしていたらあっという間に日本上空。フライトレーダーがないのでどこにいるのか全く分かりません。今回のプサン旅、久々の韓国だったし、正直どうなるかなっていう不安もあったんですけど、終わってみたら本当に最高だった。昔行ってた時と変わらず親切な人ばっかりだし、嫌な思いは一度もしていません。よくソウルとかでタクシーでぼったくりにあったっていう話とか聞きますが、
アプリがない頃から私たちはいつもタクシーを使っていましたが、一度もそんな目にあったことはなく、アプリがある今は Uber を使っているのでぼったくりの心配はありません。どこに旅行に行く時にもそうですが、何も準備をしない、何も調べないで行くのは違うんじゃないかなと私は思っています。日本は安全でホスピタリティも素晴らしいです。でもそれは海外だと当たり前ではない。そう思って準備することが大事だと思っています。ぼったくりに遭いたくないのであればアプリを入れればいいだけ。そのひと手間をめんどくさいとか使い方がわからないって諦めるのであれば、それはもうしょうがないと思います。私はハングル語は読めないし、言葉も数字とか簡単な単語ぐらいしか話せません。発音が間違ってることも全然あります。私たちが日本にいる時に外国人が一生懸命日本語で話しかけてきたら理解しようってしてあげるじゃないですか。それと一緒で、韓国でも私の言ってることを理解しようと身振り手振りを交えながら、英語ができる人とは英語で会話をしながらなんとかなっていました。どこの国でもそうですが、思いやりの気持ちを持っていれば相手にもそれは伝わると思っています。昨今はそれが通じない場面があったり、横柄な訪日外国人のニュースとかも増えています。それはでも外国人だけじゃなくて日本人も同じだよねって思います。旅行した自分たちだけが楽しければいいではなく、旅行先の人たちにも嫌な思いをさせないことを大事にしていきたいなって思います。ここで今回の旅費について、トリップ .com で行きジェジュ航空、帰りジンエア、手荷物はどちらも15キロ込み、釜山観光ホテルツイン2泊分で1人37,880円。釜山で使ったお金、食事、お酒、コンビニ等を含む28万2300ウォン、約29,850円。1人当たり約1万5,000円。交通費、IC チャージを含む6万700ウォン、約6,420円。1人当たり約3,210円。この他に買い物とか空港までの行き帰りの交通費、成田空港での食事等もありますが、その分は引いてるトータルの金額1人56,090円でした。買い物がねプラス2万ぐらいですかね。それはおいおい購入品動画とかでわかるかと思います。これを安いと感じるか高いと感じるかは人それぞれの価値観だと思いますので、次旅行に行く時の参考になればいいなと思います。さて、ほぼ定刻通りに成田空港に到着。結構機体が揺れてて怖かった。本当に飛行機の離発着が苦手です。スーツケースを受け取り税関へ行きます。私はビジットジャパンをオーストラリアから帰国するときにやっていたからか、今回もそれをやったら QR で行けました。友人はスーツケースを待ってる間に紙を書いてたので、2人ともほぼ同じくらいの時間に出口に行けました。しかも成田空港から地元近くまでのバスもちょうどあったので、チケットを買って無事にバスに乗り込みました。姫空港のコンビニで購入しておいたツナキンパ、これ本当に美味しいんです。ホテル近くでは買えなくて残念がってたら空港には大量にありました。ツナが増量中で本当に美味しい。これ日本でも販売してほしいです。2泊3日のプサン旅はこれで終了です。視聴してくれた皆様ありがとうございました。これを見てぜひ皆さんも生肉を食べに行ってください。近日中に台湾にも行きます。シニア両親初めての台湾旅、お楽しみに。